こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、自分の闇を見れると無敵になるっていう話をしたいと思っています。このチャンネルでは、私たち自身が宇宙人そのものであるっていう話とか、スターシードのお話、あとは、スピリチュアル能力は誰でも持っていますので、そういったことなどもお話ししているチャンネルになります。チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、前回の許しのね、動画すごい反響いただいて本当にありがとうございました。本当にエネルギーの観点から言うと、単純明快に、私たちのこの日常とかっていうところがこんな風になってるってことが分かるんですよね。だから私宇宙のことが大好きで、なんかそういう風になってんだったらそうしようみたいな感じにすごくなると思うし、だから要はさ、スムーズにいろんなことがね、行くようにしたいじゃないですか。そういうところで、宇宙の法則とか宇宙人の観点っていうのをね、どんどんまた紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、今日は、自分の闇を見ると無敵になるっていうお話なんですけど結構ね、闇って自分自身の闇ってあるじゃないですか。前回のさ、許すとかっていうのも自分の闇を見てないってことなんですよね。許せないことがあるっていうのは、自分で見たくないものがあるとか、過去あったこととか、やっぱなんていうのかな、すごい嫌だった経験とか、あとなんだろう、あの時にこうあった、やっぱ許せないことっていうことかな。あとなんか自分のことが嫌なところとかね、そういうなんかモヤモヤしてて引っかかってるやつとかですかね。なんかそういうのも本当に結構自分自身の闇が一番怖いんですよ。一番自分の闇が怖くて、わかると思うんだけど、自分の闇を見るのが一番怖いし、恐怖心が出るし、何よりも怖いんですよ、ここが。で、これを見るとなんで無敵になるかっていうことなんですけれども、要は、自分自身の、外側、内側が外側に投影されるのもそうなんだけど、今地球の闇がすごい出てるんですよね。地球の闇出しみたいな感じで、だからもうすっごい超カオスになってきてますよね。わかると思うんですけど、でこのやっぱり地球の闇がすごい出てきてるから、今まで信じてたものがやっぱ信じられないみたいなこととか、大きい会社がさ、こんなことしてたのとかさ、こんな人がこんなことやってたのみたいなことが多分もっともっと出てくると思うんですね。でその時にやっぱ自分のね闇をしっかり見れてると、やっぱりその地球で起きてることに対して直視できるんですよ。もうね、自分の闇が一番怖いから、なんかね、自分の闇を見てうおーとか言って、なんかそういう、もう去年とかねずっとやってきてね、このチャンネル長く見てくれてる方は分かると思うんだけど、もう散々そういうのとかやってきてるんですね。でそうすると、もうこの世で起こってることとかに対してもなんかこう客観的に見れたりするんですよ。で今ってさ、やっぱりこのちょっと後でね、スタシドチャンネルの、リンクも貼っておきたいと思うんですけど、世界全体で見た時に本当になんか一見するとコントロールの本当世界みたいな感じになってて、なんかこう本当に闇出しみたいなことが行われたりするから、なんかこう大丈夫なのかみたいな怖く感じる方もいるんじゃないかと思うんですね。でそこら辺で怖く感じたっていうことは、なんか一つね、やっぱチャンスとして捉えて、なんていうのかな、自分の内側の闇があるかもしれないから、闇っていうか、なんで恐怖心が出るかっていうところを見ていただくのもいいと思いますし、あとはなんかそうだな、やっぱこれから、今はまだいいかもしれないけど、これから先に何か起きた時にも自分がそこに、立ち向かっていけたりとか、そこに対して行動することができる、やっぱすごいね、土台とか強さっていうものを持つことができるんですね。すごい強くなるから、自分の闇を見とくと。そうでスタシドチャンネルで撮ったのは、だからやっぱね、結構一見するとやっぱ制限が出てきてるようにも見えるし、でただ私たちはやっぱり見てるだけではなくて、そこに行動していかなくちゃダメなのね。していかなくちゃいけないっていうよりも、なんかできることから、身近なところ、波動を整えることもそうだし、なんていうのかな、できることで声を上げたり、私もこの間、ワークパスのやつでね、ワークピーパスのわかんないけど、ああいうので声上げたりとかっていうのも、やっぱりパッて動くんですよ。やるときはやるっていう感じなのね。波動を整えてるだけではなくて、やるときはやるんですよ。でそういう風なやっぱ強さを身につけられるんですね。自分の闇を見てると、そこに対して何ていうのかな、敵対心を持ってるとかではなくて、本当の意味でなんかこ
平和的な解決の方に自分が向かえるし、行動もできるしっていうこともできるということなんですよ。そこはそういうのもできるから、闇を見ていただくといいと思うんですね。だから何が起きてもでーんと肝が据わるんです。自分の闇見れてると。で去年とかもさ、こういうことってさずっと私もやってきてるから、56年やってきてるから、なんかね肝が据わってるんですよね。何が起きてもあんまり動じないっていうか、で起きた時におおみたいな感じなんだけど、やることは同じみたいな感じでできるんですね。であとやっぱり自分で闇見るのが一番怖いっていう感じだと思いますので、やっぱだからそこの今起きてることに対して直視できるかできないかっていうところで、やっぱり逃げたくなるようなところとか出てくると思うんですよね。逃げたって全然いいんですよ。だけどなんていうのかな、そこで自分自身のシフトだから、自分自身がすごくこう見ることによって癒されるっていうことがすごく起きてくるから、見て、向き合うっていうのをねどんどんやっていただくといいと思うんですね。でこれなんでねそれをやっていくといいかっていうと、今世の中でもやっぱりさすごい、自分の闇を見るっていうことは自分自身の癒しをすごく自分自身の癒しが行われるっていうことなんですよ。だから許せないこととか、なんか誰かに対して思ってたり自分を責めてたりするっていう、もうそれが闇ですよね。自分自身が自分のことを責める、いい悪いで言ったらどっちっていうことではないんですよ。だけど重い周波数なんですよね。そこで自分がずっとそれを握ってるからね、バシャールが言ってたみたいな感じです。明け渡しちゃってるから、要はでそこと向き合ってないから、向き合ったりこう見れば癒されるわけだし、手放すっていうのはそういうことなんですね。そこで周波数が下がっちゃってるから、要はいろんなことがうまくいかないっていうことだから、しっかり見ればいいんですよ。で今世の中でもすごく癒しが起こるんだけど、前世でやっぱりすごいご自身の前世、やっぱここの出てきてる感情とか、なんかそういう怒りとかっていうのは前世から来てるものっていう可能性もあって、前世っていうのは例えばほら戦争を経験してる自分自身がいたりで、もう今世だけの自分じゃないですから、地球の中でいうと戦争を経験したり、私とかだと、魔女狩りとかさやっぱあったみたいで、なんかそういうのとか、なんだろうな、あとそのドイツとかだとね、ナチスのガスのとこにいたとかさ、もう本当にそういうのとか、地球の中で見てもすっごいやっぱりすごい自分自身がね嫌な体験っていうか、もう本当に生死をさまようようなすっごい怖い体験をしてる自分がいたりするんですね。でそれがすごい癒されるんですよ。それを見てあげることに、もう今世の自分を見てあげることによって癒されるから。でこれは実は宇宙時代の自分自身でもあるんですよ。宇宙時代にやっぱりすっごい本当にそういうなんていうの、もっともっと過酷なところを体験してる自分がいる可能性があって、でその自分も癒されていくっていうことがありますので、しっかり見ていただいて手放すというかね、癒してあげるといいと思うんですね。だから自分自身の闇をあとは、見ることによって、そのね今世の自分だけではなくて、そういうほら前世宇宙時代とかが出てくるわけじゃない。あとこの肉体ですよね。肉体とかの部分っていうのはそのご先祖様から受け継いでる自分なわけだから、その彼らもすごい癒しが起こるんですよ。自分のことをやってあげることだけで本当に何代にもわたってね生きてきたこの DNA の部分とか、こう本当にそこの部分も癒しが起こるっていうことなんですね。でもう本当に大きなことで言うと、もう集合意識レベルでの癒しが起こるから、本当に地球にとって最大のことができる、貢献ができるっていうことなんですね。だから地球がいい方向にもう向いてるから全然大丈夫なんだけど、それをやることが一番早いっていうことですね。そう一番貢献ができるから、ご自身の闇と向き合ってない方はしっかり向き合っていただく。でこの向き合い方とかやり方としては、自分がやっぱりその見たくないものがあるはずなんですよ。やってない方は。やってきた方はもういいですから、そこばっか掘っててもねあれだから。でもやってきてない方ですね、そこが重い周波数だから、最近ねこういうことに気がついた方とかはやっぱりしっかり見ていただいて、何が自分で引っかかってるのかとか、許せないかとかね、
手放しますって思えばもう手放せるし、そこのどういうことがあったかなって自分でもう一回思い返してあげると、もうすごい、もうああいうことでよく頑張ってきたなとかって、そういうふうに思うだけでもすごく癒されていきますし、あとはその頑張った自分自身だよね。その気持ちに寄り添ってあげる。もういっぱい泣きたいんだったら泣いてあげて、怒るんだったらいっぱい怒ってあげて、なんかもう感情がすごい来てるから、やっぱりそこら辺のところがあるんだと思うんですね。で、今この冬至前であり、なんかそういうところの、大きくすごくこうご自身の変化、やっぱり大きく手放したいものがある方が多いんじゃないかと思いますので、ここが一番引っかかってるから、しっかり手放していただく、許すとかもそうですね。やり方としてはそこに寄り添ってあげる。寄り添うっていうのはだから一緒に話を聞いてあげるような、何があったっけなって思い返してあげるだけでもいいと思いますし、なんかそれぞれあると思うんですよ。あとはなんでブロック解除もいいと思うんですね。何があったっけなって思った時に、これが本当に辛かったなとか、なんかお母さんにこうやって言われたなとか、なんかいろんなことあると思うんですよね。でそれを見て、ブロックでこう電球の玉で出していただいて、こういう感じだったな、この光だなって見て、こっち側で新しい光見て、はーって新しい光ではーって癒されていく自分とか、そういうのでもいいと思います。おかえり。ちょっとジャケットありがとう借りてる。そうだからこういう感じの、やり方でもいいと思いますけど、なんかとことんやるときはやるんですよ。おかえりなさい。これはだからもうこれ訓練ですから、やるときはやるっていう感じで、やってない方はねしっかりこう向き合っていただいて、寄り添ってあげて許してあげるといいと思いますし、あとはこういう感じで書き換えをしていくといいと思います。感情を感じるのもいいし、ブロック解除もいいと思いますし、でこれが闇ですね。自分自身の闇も光も自分自身だから。だけどその一番見たくないやつですね。1番とか2番とか3番とか見たくないやつしっかり見てあげてくださいね。そこはもうご自身にとって必要ない周波数ですから、あってもいいんだけど、そのうまくいかない理由っていうのはこの辺の周波数が要は足かせになって自分自身のことをこう引っ張ってるんですね。引っ張ってほらだからバシャルでいうとこで言うと、力を明け渡しちゃってるから自分がうまくいかないっていうことになってるから、そこを見てあげると癒されますからね。しっかり見てあげて、何が原因だったか、そこまでちゃんと突き止めてあげるっていうことですね。なんかこう自分に質問していく。なんでこうだったんだろう、なんでこうだったの、その時どう思ったっけとかっていう感じで、そこら辺のところに自分で質問しながら、どういうふうに思ったとか嫌だったとかさ、いろんなことを質問しながら掘っていってあげると、なんかもう最終的にすごい孤独だったとか愛されたかったとか、そういう気持ちが出てくると思うんですね。でそこまでやってあげると、愛されたかったっていう気持ちが出てきたら、自分が今ここで愛してあげるんですね。こう愛を送ってあげたり、自分に対してこう気持ちを、向けてあげる。そういう風にしてあげると、すごいホッとして涙が出てきたり、もうこれで癒しが起こりますから、こういう感じもいいと思いますね。これが闇と向き合うっていう、自分自身の闇とか重い周波数と向き合うっていうことになります。で、本当にこれをやることによって、これをねやっぱ訓練なんですけど、これをねやれば外側で何が起きたとしても、なんかねなんていうのかな、すごい強くなってるから、自分がどんなことが起きてもなんか受け入れることができて、やっぱ私たちのね結局一つの根源から生まれてるソースエネルギーの、一部ですから、創造主のね私たちの全てはこの世で見えてるものもね一部だから、全てをこう許容して大きな目で見ることができるし、今地球で行われてることもね、今この闇がねわーっと本当に来年とかもっと出てくるんじゃないかと思うんですよ。で一見するとやっぱり怖く感じるんじゃないかと思うんだけど、絶対大丈夫なんですね。全然違う方向行っちゃうっていうか、要はなんていうのかな、今もうアセンションの時でこれだけやっぱり宇宙人とかこの高次元が入って私たちもこうやって地球にいるっていうのは本当にすごく大きな貢献していて、
この闇の勢力がさこういう風な方向に行こうとしててもやっぱりもう高次元の地球になってきちゃってるから、こっちに行こうとしててもなんか全然違う方向に彼らのプラン通りには行けなくて、こういう風な方向に行っちゃうみたいな感じで、結果的にたくさんの人の目覚めを促すような方向になってたりするっていうのがねやっぱ見えるから、すごいやっぱ面白いなと思ってて。だけどそこもさなんかエンタメみたいに楽しめちゃうんですよね。すんごい直視してすげえなみたいな感じで、だけど闇見れてないとこのエンタメがなんていうんだ怖く感じると思うんですよね。そうそうそう。だからねスタシドチャンネルを見ていただくとすごいね、今回のやつで怖く感じた方はちょっと多分内側に闇があるんじゃないかと思うから、しっかり見ていただくといいんじゃないかなと思ってて、エンタメ楽しもうよみたいな感じだね。はい。こんな感じです。だから、今日は、自分の闇を見れると無敵になるですねっていうお話をしました。もうね今とこれからっていうのは本当にいい方向に向いてますけど、闇出しがすごい出てくるから、地球の中の闇出しで結構揺れることがあるんじゃないかと思うけど、なんて言うんだろう、自分自身の中見れてると強いよ。もう何にもなんていうのかな、動じることもあるけどなんかすぐ戻るみたいな戻し方も分かってるわけだし、やることはね一緒なんですけど、結構行動することも出てきたり声上げることも大事ですから。でここがねちょっとそうだ、ゲップしちゃった、大事なとこなんですけど、レムリアとかアトランティスの時代のことを言うと、なんかレムリアの方とかっていうのはなんて言うんだろう、本当に愛と調和なんですよね。愛と調和で本当に素晴らしいし、その周波数でいろんなことをやったりこの地球でできることもあるんだけど、やっぱりねそのまま何にもしないと、なんて言うんだろう、声を上げるときは上げないとダメなんですね。そうしないと、それでもう本当にダダダってアトランティスの時もダダダダダってもう彼らの本当にこう思うツボみたいな感じになるから、やっぱりなんかこう声を上げたりこう自分の意思表示をするみたいな、そういう強さもすごい大事なんですよ。でやっぱりその自分自身の闇見れてるとうわーって思うんだけど、声上げます。声上げたりそこに対して自分のこうなんだろうアクションを起こすっていうこともパッてやっぱりやるようになると思うから、本当にそこら辺のとこ使っていくといいんじゃないかと思いましたね。なんか祈ってるだけじゃダメよっていうことですね。祈ってるだけじゃダメよって、祈りつつ行動みたいな、私もだからこうやってみんなに発信してるのも一つの行動ですから、アクションを起こすっていうことは、来年とかももっと出てくると思いますので、本当強さを持つっていうのに本当に自分の闇を見てると本当強くなるからでこのエンタメだから波乗りみたいなこういうなんていうのこういうなんだっけサーフィンの波乗りみたいなもんだから、そこら辺をねこう自分の闇見れてると本当に波乗りが面白いからそこら辺ねぜひぜひやってみてください。そんな感じです。ではでは。